皆さんこんにちは。株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。本日はですね、いられ編第 12.5 回目ということで、オリジナル名刺を作ろうのロゴ制作の裏側をちょっとお話ししていければなというふうに思ってます。おそらくこの動画で一つの名刺制作納品データまで作ろうと思うので結構長めになっていると思います。なので次の動画ではこれをギュッと短くして、10分にならないくらいの動画にできればなというふうに思っているのでチェックしてください。見るのめんどくさかったらそっち見てください。はい。では行っていきます。でまず、オリジナル名刺を作ろう。名刺制作の裏側2回目です。で、本日ですけど、こちらのようなタイトルになってます。まず1、名刺とは何か、自社名刺の紹介。こちらは、僕が会社の名刺持ってきたんで、これのちょっと紹介していきます。あとは次に名刺にどんな情報を入れるかっていうのと、次に名刺データの作成。実際に、アートボードを作ってイラストレーターで、どういった風に作っていくかっていうのをやっていきます。次に、レイアウトについてのお話をして、次に印刷物 D デスクトップパブリッシュメントってかなりというか、文字の単位がそもそも違うので、そこのちょっとお話もしようかなと思ってます。であとは、ロゴの色味調整っていうところで、前回キービジュアル作ったんですけど、それが RGB って言って、ウェブ用なので、どうしてもそれをちょっと印刷用にしなきゃいけないというので、そこの調整もしていきたいと思ってます。で次にキービジュアルを印刷用データに変更というところで、こちらもキービジュアルが、RGB なので CMYK に変更していこうかなというふうに思ってます。で最後に、納品データとして業者さんにお渡しするときに2点ほどちょっと気をつけていただかなければいけない点があるので、そちらの最終確認をしていければなというふうに思ってます。はい。ではまずは名刺とは何かというところで、そもそもその名刺というクリエイティブが何かを表すときに、クリエイティブが何のためのクリエイティブなのかっていうのをまず考えていただきたくて、名刺っていうのは、自分の会社のブランドだったり、あとは自分の名前を伝えるクリエイティブっていうのがまず第一の目標というか、そのためのクリエイティブです。はい。なんで、名刺に、変な、キャンペーンクーポンのコードを入れて、でそれを訴求軸として、名刺とするのもいいかもしれないんですけど、本当の役割としては、まず名前を知ってもらうことっていうのが第一の条件なので、そこの軸がぶれないようにしていただければというふうに思ってます。で、僕の会社の名刺なんですけど、表面はちょっと個人情報なんでガンプラのマスキングテープ貼ってます。で、裏面なんですけど、わかりますかね？こういう風にちょっと黒っていう会社なんで、一応黒い名刺なんですけど、ちょっと色でかざすと黒のロゴが浮かび上がるようなデザインになってます。そう。で、これもともと僕すごいプラモデル作るのが好きなんで、変更塗料とか、あとマジョーラ塗料っていう、光の当たり方によって、ちょっと色の見え方が違うみたいな印刷やりたかったんですけど、やっぱそれも前回動画でお話ししたみたいな特殊インクになっちゃって、当初業者の方に見積もり取っていただいた時にめちゃくちゃ高くなっちゃって、だいたい一つの、名刺ってだいたい100個ずつで、発注して、ラスクルさんとかだと、かなり1スロットあたりかなり安くなるんですけど、だいたいは2500円くらい。で、プラス送料入れて3000円くらいなんですけど、その時は本当に5000とか7000くらいになっちゃいますよっていう風になっちゃって、やばい、それはちょっとってなって、で、どうしようかなっていう風に考えてた時に、
この元々のじゃあここの紙のところをテカテカにして、でこの黒の K のところだけ印刷を別に変えれば、なんでちょっとそこで質感を変えれば、黒い素体に対して黒いインクを当ててるんで、そこでちょっと光り方を変えれば光の反射が変わるんじゃないかっていうので、このロゴができた感じになってます。見えないな。はい。なんで印刷物ってレイアウトもそうですし、それ以外にも素材だったり塗料だったり、ちょっといろいろこだわれるところがあるので、皆さんぜひ印刷深いです。ぜひお時間あるときは、お茶の水だっけな、竹雄っていう紙屋さんがあるんですけど、そういうところとかに行くと面白いと思います。はい、以上、名刺コーナーでした。で、続いてですね、名刺に入る情報を整理しましょうっていうところで、情報設計っていう風に書いてあるんですけども、名刺に入る情報っていうのは、2つ属性があるかなっていう風に考えてまして、1つ目がこちらの個人の情報と、2つ目がこの会社の情報ですね。で、これなんで分けたかっていうと、名刺を作成するときに、その会社を先に紹介してから自分のことを紹介するのか、それとも自分を先に紹介してから会社のことを紹介するのかって2パターンあるんですね。で、これどちらとも正解っちゃ正解なんですけど、そこのどちらの情報を優先させるかによってレイアウトっていうのが変わってきたりとかするので、なんで一旦まずは情報を分けるようにしてください。はい。で、この情報を分けて整理するっていうことができるようになると、例えばこれ以降この先ちょっとバナーとかも作れればなというふうに思ってるんですけど、バナーとかだと訴求軸って言って、そのお客さんに対してこういったアプローチでそのお客さんをコンバージョンさせよう。コンバージョンっていう言葉はその商品を買ってもらったりとかキャンペーンに参加してもらおうっていうことなんですけども、そういうふうにしてもらうためにはどういった訴求軸でいこうかっていうのをまず考えて、そのためにじゃあ画像情報を先にバンって出すのか、それとも例えばキャンペーンの何十%オフみたいな情報を先に出すのかっていうところで、いろいろその情報がたくさんある中でどの情報を出せばいいのかっていうのがすごい最初の方とかだと分かんないと思うんですけど、俯瞰してその情報設計をして、やっぱりどの情報が一番大事だからどれを一番先に出そうっていうふうに考えれると、いいバナーとかが作れるようになると思うので、はい。なんで覚えておくといいと思います。はい。で、今回は一旦個人の情報に関しては、お名前、役職、メールアドレス、電話番号、全部これは、ダミーのデータです。で、次に会社情報に関しては、社名、住所、コーポレートサービス、QR コード、これは弊社のサイトに行きます。これもダミーです。っていう風な感じで今分けてます。はい。で、そんな感じですね。今なんで名刺に入るデータの情報整理っていうのをしました。はい。でもしもお客さんによってはこの他に何ですかね、他の情報を入れたいとかっていう方も、例えば誕生日、社長の誕生日を入れたいんですとか、あとは会社の設立日を入れたいんですとか、あとはそうだな、サービスのキャンペーン URL を入れたいんですとかあるかもしれないんで、その時にはどちらの情報属性に入るのか、それとももう、会社の情報と個人の情報と会社の情報2つなんですけど、それ以外の新しい情報属性を作ってそこにまとめるようにするかっていうとこですかねを
考えれればいいかなというふうに思います。なので、考えてください。はい。で、次に、続いてです。で、名詞データの作成を今からしていきます。はい。というわけでですね、名詞データを作成していきます。今、ショートカットしてしまった。でも本当はショートカット使った方がいいですよ。新規のここから印刷のとこ選んでいただいて、A4 ですね。で、横にしましょう。で、立ち落としはいらんす。で、カラーモードは CMYK、シアン、マゼンダ、イエロー、キープレートと、解像度は300。大丈夫だと思います。はい。どうしようかな。感じでいきましょうか。はい。でこちらで名詞データを作っていきます。で、まずはですね、印刷するときって立ち落としっていうのが必要なので、名詞のですね、サイズが横幅91ミリかける高さが55。見えない。なので、こういう風にシェイプ作っていきます。で、これは一旦じゃあガイドとしておきましょうか。ガイドです。はい。こんな感じで2つ作ってですね、ちょっと真ん中にしたい。はい。で、そしたらこれにトリムマークっていうのをつけていきます。これですね。オブジェクト選択していただいて、オブジェクトのトリムマークを作成。はい。こちらでこういうのを作ることができました。で、これ、トンボっていう風に言います。トンボです。ドラゴンフライです。そうです。で、プラスここからですね、印刷って、このギリギリのところまでデータを作るんじゃなくて、できればこのトンボのここのとこまで作ってほしいんですよね。っていうのと、あとは、結局ここで最終、業者の方に、切ってもらうんですけども、もしも万が一、ちょっとそれがミスった時に、ここのギリギリに文字配置しておくと、文字が切れちゃったりするんで、これはですね、このところから、ちょっと内側にですね、3ミリずつなんで、マイナス6、マイナス6、やべ。そうか。一旦コピーですね。コピーしといて、でこのとこ内側に3ミリ3ミリなんでマイナス6、マイナス6。マイナス6っていう風に一応ガイドを引いておきます。で、最終これまだシェイプデータなので、この作ったこれをこの表示のところのガイド作成というところから教えていただくと、はい、ガイドになりましたということでね、はい。で、今これまだガイド触れる状態になっちゃってるんで、このですね、ガイドロックっていう風にすると、これガイド触れないです。他のところも、今触れちゃうんで、もうそれまるっとこのロックかけておきましょう。はい。で、一旦は名詞のデザイン、デザインデータのベースができました。一応表と裏のデータを作っておきます。はい。で、次何でしたっけ？
していた作戦。で、次、レイアウトについてなんですけども、レイアウトの言葉っていうのは、配置ですね。日本語で言うと配置です。はい。で、配置についてなんですけども、いざ配置しようとしても、わかんないじゃないですか。どういうふうに配置すればいいのみたいな。でそこで、方法みたいなのがあってですね、グーテンベルクダイアグラムというものがあります。でこちらは、すごい昔にヨハネス・グーテンベルクさんっていう人が、視点誘導について提唱したものなんですけども、人間っていう生き物はですね、横書きの場合には、左上から読んで大体右下で読み終わるっていう性質があるんですね。なんで、この順番に当てはめて、その情報を配置していけば、人間って読みやすいよねっていう、ストレスなく読みやすいよねっていうので提唱したのが、このグーテンベルクダイアグラムというものになっています。はい。で、こんな感じですね。左上が一番プライオリティ、優先順位高いよ。右下が2番目だよ。むしろ、この右上と左下はあんま読まれないよっていう、そんな感じになってます。はい。で、こちらの派生形で Z の法則って言って、横書きの場合は左上に一番キャッチがあって、次右にキャッチがあって、次左にキャッチがあって、左下にキャッチがあって、右下にキャッチがみたいな。Z の順番で読ませると人って読みやすいよねっていうレイアウトと、で、もう一個縦書きの場合ですね。日本語だと縦書きとかあると思うんですけど、縦書きの場合には、右上にまず視点を置かせて、右下に視点を置かせて、次左上に、次左下っていうのを N の形のレイヤーに置くと人間がストレスなく読めるよっていう方法もあるので、そういうのも今後覚えていくといいと思います。はい。で、今回は、この Z の法則っていうのを使って名詞のレイアウトをしていきたいと思います。はい。でですね、これをちょっとコピーしちゃいましょう。でですね、先ほどのその僕が情報設計の話をしたんですけども、ちょっと待ってくださいね。QRコードはちょっと一旦別々にさせてください。先ほど言った情報設計のところなんですけども、今回は、会社情報じゃなくて個人の情報を、主に前面に出して作成していきたいと思います。なので、個人の情報が一番大事というふうにした場合には、まず個人の情報が一番目のつくところに置かなきゃいけないってわけですよね。なので、個人の情報、今回、さくらりゅうたさんなんで、ちょっとこれ邪魔ですね。出てもらいましょう。さくらりゅうたさんのがまず入りますよと。で、プラス代表取締役ですよと。で、次、さくらりゅうたさんのメールアドレスと電話番号ですよと。で、次に、会社の情報ですね。こちらの情報がプライオリティとしては優先順位。英語めっちゃ使ってるんですけど、プライオリティっていうのは優先順位ってことです。
優先順位的には2番目なので、郵便番号とかだったらよかったかな。郵便番号入れとこう。一旦こんな感じでちょっと置いてみました。なんでこのレイアウトであれば、今ちょっとまだこの後文字のお話をするのでちょっと待っていただきたいんですけども、まずは左上、ユーザー必ず見ますよね。左上にポンって目が行くんで、ここでさくらりゅうたさんでプラス代表取締役社長やばい社長ですよ。社長っていうのが分かりますよと。で次メールアドレスと電話番号分かりますよと。で右下に行くと桜流学習塾さんの代表なんだっていうのが分かるというようなレイアウトになっています。はい。書いとこう。社長、代表取締役社長、大丈夫ですね。はい。で、次にですね、この印刷物の時にですね、普段使う単位みたいのがあってですね、スマートフォンの場合には、Pixel PX っていうのを使います。で、印刷物の時には、Q と8っていうのを使います。で、もともと Web よりも前に印刷物の業界があったので、印刷物業界が長かったので、歴史的に印刷物がベースだったので、今の Web、僕がメインでやってるの Web なんですけど、Web でももうちょっと級数上げてくださいとかっていうふうにたまに言われたりするんで、そういう時は、もうちょっと文字上げろっていうことかっていうふうに覚えておくといいと思います。で、さらに、Q とはっていうところで言うと、Q っていうのは、クォーターっていうことを言っています。で、1センチの4分の1。つまり、0.25 ミリのことを指している言葉になっています。で、次に、はっていうのは何かっていうと、この Q の文字サイズに設定したときに、その行間ですね。このあいうえおってあって、その下の書き付けこと、このあと家行の間のところ。ここのところをはっていうふうに言います。ここははです。で、エッチっていうふうに訳されることもあります。はい。で、Photoshop だけじゃなくて、環境設定のところから変更が可能ですと。なので、名詞のところのデータ開いていただいて、イラストレーターの環境設定の単位ですね。ここで今全部文字のところが、線の位置を 2mm にしておきましょうか。で、文字を9にして、この行間のところをはっていうふうに変更しておきます。はい。で、見てみるとですね、今これノートサンズ使ってるんですけど、ノートサンズで、一番大体最小の、級数みたいなのが、5か6くらいの級数っていうふうに言われてます。それ以上小さくしちゃうと、結局印刷ってインクを吹きかけてるんで、小さくすぎると文字が見えなくなっちゃうっていう問題があるので、5か6くらいで収めておいた方が、見やすい最低のギリギリラインみたいな感じになってます。はい。なんでこれはレギュラーじゃなくてゴールドとかにしておきましょうかね。で、ここら辺の細かい情報は聞いてもいらないので、
10くらいしておきましょうか。でこの時ですね、この間揃えたいよっていうふうに思うので、なんか僕は結構こういうふうにシェイプ作ってそこに合わせて配置しちゃったりしています。結局なんだろうな、文字のデータって見てください。ここのところでなんだろうのここの本来であれば文字の一番下ってここじゃないですか。でもイラストレーターがちゃんとそれをなんか理解してくれてなくて、いざ整頓しようとするとちょっと奥の方に入った感じで設置されちゃうんで、なんかシェイプでうまくやってます。でプラスこの時にキーボードでちょっと調整したいよ十字キーですね。でシフトを押しながら十字キーを押すと10倍の単位で動かせることができるんですけど、この時にですね、これもイラストレーターの環境設定の一般ですねのところから、このキー入力っていうところを例えば 0.01 とかにすると 0.01 ミリ分しか動かない上下のキーでっていう風にすることもできるので、もし細かくちょっと修正されたいよっていう方はこちらでやるといいと思います。はい。じゃあ桜の方ちょっと上の方上げときますね。桜大丈夫、英語大丈夫ですね。で次代表。で、ここら辺の文字も小さくしたいので、いいので、小さくします。この QR コードなんですけども、これも小さくしすぎるとですね、スマートフォンとかで読み込めない可能性があるので、だいたい10ミリくらいですかね。でやっておくといいと思います。ここら辺のはちょっとやっぱ文字でかいので、8くらいにしておきましょうかね。で、会社情報もそんなに少なくていいので、カーニングはこの後やりますよ。こいつカーニングやってねえじゃんっていうふうに思った方今いると思うんですけど、僕も今流行ってないなと思って。でもやりますよ、ちゃんと。カーニングもやります。やりますよ。忘れた。うん。もうちょっと詰めても良さそうっすね。どこくら
から言っとくか。今ですね、普通にテキストを直打ちして改行してやった方が楽じゃんって今思ってる方いるかもしれないんですけども、まず英語と日本語の、高さとか、さっき言ったこういった形でね、ラインの入ってる基準のところがちょっと違うので、こういうふうに目で揃えるようにした方が安心です。で、プラス、ここの左右の余白ですけども、これも元々の線から3センチくらいにしていきましょうかね。3センチくらいにしときましょうかね。左のとこはちょっと余白をやっぱり持たせた方が、逆に詰めすぎちゃうと、あまり意識がいかないというか、あえて余白を持たせることによってそこに集中してもらうっていうのがあるので、ちょっと多めに余白取ってます。こんな感じですかね。でもこれでかいな。できんな。6でしたっけ。今って名刺とかをもらった時にカメラでスキャンしてそれをそのまま携帯でアップロードすると取引先情報として保管されるみたいなシステムがあるんですけど、でそういうのの時にそういう時にですね、このメールアドレスの前に、例えばメールで、こういうので、とかっていう風につけておくと、そのシステム的に読み取りやすいので、いいよというお話を聞いたことがあります。はい。取締役できない。で、ここはボールにしておきましょうかね。漢字が多すぎるとちょっときついので今マーク開けてます。漢字が多い。次に桜さんはやっぱりひらがな合わせていきましょうか。そしたらじゃありゅうたももうちょっと広め。
うん。このカーニングの調整は、Mac だとオプション押しながら左右のキーでできます。こういうダッシュがちょっとだけあれなんですよね。下に通常だと言ってるんで、わかりますかね。ちょっと待ってくださいね。わかりやすくちょっとガイドを引いてみますけど、かなりのフォントでこういう風な設定になってるんですよね。なぜだ。こんな違うんですよ。こんなに。そう。だから、こういう場合はですね、ここでですね、4つずつ344でテキストを出すようにして、でここの間にですね、揃うような形で新譜を配置してあげると、こっちだ。文字がセンターになって綺麗です。はい。でそしたらここのとこもそうですね。カーニングしていきますよね。で、ここのところですね。これはよろしくっていうあ、ネタバレだ、ネタバレだ。東京都渋谷区よろしくですね。はい。してますね。うん。で、ちょっとレイアウト的にここが寂しい感じがするので、して。チェックみたいなテキストをちょっと入れておいて相談はこちら
ちょっと飾り付けを入れておくと、こういった余白とかもうまくかぶせることができる、カバーすることができると思います。ちょっと健康だからサイズ上げてみましょうか。11とか、こうしてね、こんなもんすかね。ちょっとでかいな。これもギリギリの8とか。一旦レイアウトはこんな感じですかね。はい。で、続いて、ロゴの色味調整。でですね、続いてですね、前回キービジュアルを作ったんですけども、これが前回作ったキービジュアルさんです。はい。で、あとロゴさんです。で、このロゴがですね、ちょっと待ってくださいね。RGB から CMYK に調整しますということでですね、これを、じゃあここからですね、ドキュメントカラーモードから CMYK にしますよ。はい。ほら。闇落ち闇落ちしましたああ、桜留学習塾さんが闇落ちされてしまったという風になってしまうんですよ。なので、うまいやり方があればいいんですけど、結局これって調整するしかない、目で見て調整するしかないんですよね。なんで、今何やったかっていうとですね、これでもできるんですけど、ここのアートボード、イラストレートそれぞれアートボードというか、ドキュメントごとにここのタブで分かれてるんですけど、これをちょっと RGB にしておきましょう。にしたやつをちょっと分けます。で、この色味、CMYK のものと、横にちょっとしてみましょう。違う。並べておきます。はい。ですね。で、これをまずコピーしますよと。
ますよと。で、続いて持ってきたときにですね、闇落ちをしているので、これがですね、複合マスク、複合パスの上に、どうなってるかっていうとですね、クリッピングマスクっていうのがなってるんですね。で、もともとこういったシェイプがありますよと。このシェイプに対して、このグラデーションの画像を当て込んでいるというふうにマスクしてるんですね。なんでちょっとここ分けてですねでこちらもちょっとやりやすいように、調整しやすいようにですね、一旦ちょっと分かれてください。はい。分かれていただいてですね、でここで調整していきます。調整していきます。で、はい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 。見えないじゃん。ここにいたら見えないや。左上のこのピンクですね。これでも取れないんですよ。左上のピンクはマゼンダですね。でここの数値は5刻みがいいです。でもあんまり細かく設定しすぎ、 0. いくつとかで設定すると結局印刷会社の方もそこまで細かく反映できないので、小刻みがいいですね。で、ピンク。ちょっと待っておきましょうかね。闇落ちしてるのを。すごいですね。ポイントとしてはやっぱり複数色使うと暗くなってくるので、本来であればここの鮮やかなピンク出したいんですけど、それが出せない問題なんですよね。そういう時に困ったら特殊インクを使いましょう。特殊インクっちゃえばまあ高くなりますけどです。ちょっとやっぱり鮮やかさ的にはサイドが違いますけど、一旦ちょっとこんな形で進めていきたいと思います。はい。これを元に戻して削除します。で、元のシェイプになっちゃうこと。はい。で、こんな形で今、桜流学習塾さんのロゴができました。はい。で、次にですね、
キービジュアルは印刷用のデータに変更ということで、こちらもですね、これですね、先ほど持ってきたもので、これも RGB になっているので、ここら辺のテキストとかは後で埋め込めるんで、ここのところをちょっとやっていきましょうか。今、これをキービジュアルになっているので、CMYK にデータ作っていきましょうか。で、作りましたと。で、そしたら、まずは、どこだっけ。イメージのモードから、CMYK から統合はしません。どう変更しますか。はい。ラスタライズしません。暗くなりましたよね。ちなみに今出た、ちょっと待ってくださいね。結合か。この結合って何かっていうと、これを押すとですね、ここのファイルが全部ガッチャンコになっちゃいます。はい。やってみますね。ほら。でも調整できません。残念。だったり、そう。で、今、戻るのはコマンド Z です。はい。で、あとは、結合はしませんよと。はい、わかりました。で、次、ラスタライズしますか、しませんかっていうのがあって、で、このラスタライズって何かっていうとですね、僕、このデータって、ベクター、なんだっけ。忘れた。スマートオブジェクトだ。スマートオブジェクトっていうのにしてます。スマートオブジェクトって何かっていうとですね、例えば、これをラスタライズします。元々の画像データってこういうデータなんですよね。これが元々の画像データです。でこれがスマートオブジェクト化されてないと何が起きるかっていうと、例えばじゃあ、縮小します。縮小しました。もうちょいですか、縮小しましたと。で、次、大きくします。ってなった時に、そう、こういう風にぼやけちゃうんです。で、これなんでかっていうと、この時の画質を保たないまま今小さくしてたんですよね。で、Photoshop っていうソフトっていうのはそういう風に画像データを縮小すると、その分解像度もどんどん落ちていくので、落ちていくソフトになってます。はい。これは仕方ない。で、これをまた、じゃあ大きくしますよって言って大きくしようとすると、こんな感じでぼやけちゃいます。っていうのは、もともと小さくした解像度のものを大きくすることっていうのは、無理。なくなったものを増やすことは無理なので、その分その解像度が落ちちゃいます。で、そこをやっぱり回避したいよねっていうのでできたのがこのスマートオブジェクトで、スマートオブジェクトっていうのはですね、この中に元々のこの画像があるんですね。で、この画像を保持したままこのスマートオブジェクトっていうのになっているので、このなのでこれを小さく一回しますね。して、で次また、でさっきのだと画像データだと、ここでもう解像度はもうかなりカットされちゃってるんですけど、スマートオブジェクト化されると、その解像度もまだ担保された状態になってます。で、これを大きくするとです、スマートオブジェクトが担保されてるんで、大きくしても元の解像度は残ってます。なんでこういう風にぼやけたりしないです。
で、話を戻します。で、話を戻すと、このモードの CMYK カラーの、まず、統合しません。で、ラスタライズすると、このスマートオブジェクトのデータも全部バーンと吹き飛んじゃうんで、ラスタライズもしません。はい。ってなると、あーみたいな。まあ、なんで、はい。これ後で調整すればいいんで、はい。ラスタライズはしないようにしてください。はい。で、次にですね、これを印刷用データにしたいので、まあ、解像度のところの画像解像度ですね。ショートカットでやっちゃったんですけども、どこだっけ。イメージの解像度から、これですね。これを、まず、ミリメートルにします。で、次に画像の再サンプル外します。解像度300にしましょう。はい。で、これで今、印刷用のデータになったので、これを OK っていうふうにします。で、すると今、これは印刷用のデータになっています。で、そうですや、サイズどうだったっけってなってると、今、横幅が 162.56mm、高さ 91.4mm なので、イラストレーターさんの名刺データのこれが、91mm と 55mm なので、これは印刷に使えるということになります。よかったですね。じゃあちょっとさすがにこれ暗すぎるんで、一旦これを20くらいにしておきましょうかね。これも闇。はい。で、これで今一旦じゃあ保存しておきます。はい。で、じゃあさっき今作ったなるほどね。ちょっと色つけたら分かんなくなる。これはデータ整理ができてないぞ。データ整理ができてないぞ。表、はい、裏です。で、先ほどのCMYK データをこちらに持ってきます。今、ドラッグ&ドロップで持ってきたんですけども、この、読み込み、配置だ。すみません。配置から、これで、配置することもできます。はい。どっちでもやり方は自由です。お任せします。で、裏面に持ってきて、グラディング学習塾さんのロゴを一旦ちょっと小さくしておきましょうかね。これがでかいので小さくします。で、今ちょっとはみ出しちゃってるので、これを元々のその塗り足し分ちゃんと整えてあげるためにですね、ちょっと大きめに作っておきますね。はい、こんな感じです。で、今どれくらいだろう。4ミリか。まあ、1
1ミリ以上出てたら大丈夫だとは思いますね。今回 1.5 とかにしとこう。綺麗だ。1.5 です。で、これをクリッピングマスクにする前にですね、やっぱり今回ちゃんと授業なんでちゃんと、これやっぱ上足りないじゃないですか。塗り足し足りないじゃないですか。ってなった時に、横は大丈夫だと。そしたらこれを変えたいよってなった時にこの画像をですね、タブと押しながらダブルクリックすると、この Photoshop の画像の方に開くことができます。で、ここで、これ自体が、上も実はある画像なんで、ちょっと上もお願いします。入れておきます。で、これで保存っていう風にして、イラストレーターに戻ってリンクが更新されました。はい。そうすると、こういう風に更新されたデータが表示するようになってます。で、ちなみにですね、このオリジナルを編集っていうところをクリックしても、こっちの Photoshop の方に開きます。はい。で、これをじゃあ、クリッピングマスクします。逆だ。いつも間違えちゃうんですよ。逆。クリッピングマスクは、抜きたいシェイプが上です。で、こうなりましたよと。で、やっぱりこの立ち落とし線がここなんで、ちょっと顔もうちょっと入れたいなっていう風になってくると思うんですね。なんでやっぱりじゃあちょっともうちょっと写真ギリギリまで使いたいなというところで、やっぱ今めっちゃショートカット使ってるんですけど、このアートボードの切り抜きツールかでアートボード自体のサイズを変えてます。これですね。これですね。で、また保存はコマンド S です。ここですね。で、またリンク、で、ちょっと顔見えるようになりましたよと。で、次にじゃあロゴ配置します。これも真ん中に来るように配置しましょうねと。配置します。で、ちょっとでかいんで、しときます。で、なんだっけ。元々のキャッチコピーなんだっけ。海外の大学選択。これはもうひらり上で書いちゃっていいと思いますね。ひらり上で編集ということですね。ぶっちゃけこの文字は切れてもいいかなというふうに思っていて、あえて大きくしてるんで、別に多少端が切れても読めるだろうっていうのと、あとはちょっとギリギリのところで見せたいという
見せた方がインパクトが強くなるというデザインにしてます。まあ、こんな感じかな。でこれもまあ一応下に作っておきましょうか。色味がロックしてましたね。こんなしたら全然ダメだわ。ここに合わせておきましょう。この大きさを参考にして、お腹すいた。ケンタッキー食べたい。ケンタッキーが食べたい。はい。こんなもんかな。で、やっぱりちょっと俯瞰して、これ今 50% で見てるんですけども、ちょっとやっぱ桜流学習塾見えづらいですよね。なんでそういう時はまたリンクのフォトショップの方から暗さ調整します。逆にもちょっと暗すぎるから、ここは微調整ですね。こんなもんかな。で、あとは表面にも桜流学習塾のロゴあってもいいと思ったので、つけときましょうか。それつけときますね、みたいな。相談はこちらにならないかな。理解問題ありますね。そしたらこのことをちょっと小さくしましょう。桜流学習塾は社名なんでちょっと大きくしておきましょうか。ちょっと薄く混ぜとこう。ちょっと小さくていいな。
ないですね。本当に揃ってないね。うん。うん。そうですね。もうちょっと上でいいかな。微妙な調整ですよ。ほい。学習塾、色が入ってるからもうちょっと小さくしてもらうかな。このテキストがやっぱ気になる。アクセスとかでしょ。なんで今気になったかというと、ちょっと余白が、最後の余白がきつかったので、あと写真でアクセスって言葉があんまり、写真じゃなくてカメラでアクセスだろうっていうのを思ってたんで、ちょっとね、こっちにしました。はい。こんな感じですかね。あとそうですよ。いいか。一旦じゃあ、はい。こんな感じで、ロゴのデザインができましたよっていう感じですかね。はい。で、じゃあ最後に、変画像として確認、画像だけじゃない。2点あります。1つ目が、ちょっと画像は後にしておいて、フォントのアウトライン化と画像データの埋め込み。はい。でまずフォントのアウトライン化なんですけども、簡単に言うとですね、その印刷会社の方が使われている PC と僕が使っている PC にそれぞれフォントデータって全く同じものが入っているわけじゃないんですね。で僕も普段 Adobe Fonts とか Google Fonts 使ってるんですけど、印刷会社の方ってわざわざそういうとこからダウンロードしてこないじゃないですか。なんで、その彼らのパソコンには基本フォント入っていないというふうに考えた方がいいです。なので、それでどういうことが起きるかっていうとですね、このデータを業者の方にお送りしたときに、このデータが結局表示されないんで、
このフォントデータが、例えば、見えなくなるとか、あと別のフォントに変わっちゃってるよとかっていうことが起こってしまうんですね。なのでそれを避けるために、ここで今この名詞データの中で使われているフォントデータっていうのを全部画像、シェイプのデータに変更する必要があります。はい。で、それは本当にすごい簡単なやり方でですね、どうやるかっていうと、全部一旦選択して、で、書式の、アウトライン。フォント検索じゃない。待ってください。で、一旦まず、ここ見てもらうとですね、使ってるフォントが、どういうのがあるかっていうのがわかります。はい。で、今、この、例えばですけど、この名詞のデータの中には、今、フォント検索。こういったフォントが使われてますよっていう表示されます。なので、これを全選択して、すみません、オブジェクトかな。どこだっけ。あった。アウトライン、書式のアウトラインを作成ですね。で、これで、ってクリックすると、全部アウトライン化されます。はい。なんで、これで、フォント検索って入力すると、今、ここにドキュメントフォントが0ってなってるんで、これでフォントが全部なくなってる状態になります。すみません、今気づいた。話前後してすみません。申し訳ないんですけど、結局このフォントをアウトライン化しちゃうとですね、後々、じゃあこの人の名前、このロゴを、このベースのデータを利用して、別の社員の人のロゴを作りたいとなった時に、もう一回これ打ち込んで調整するのかってなっちゃうじゃないですか。それ、すごいめんどくさいですよね。なんで、すみません、ちょっと一回またアウトライン化する前に戻してですね、この名詞をですね、一旦保存します。デスクトップに保存しておきます。で、次にですね、もうアウトライン化するよっていうデータの場合には、このお尻のところに OL、これはアウトラインの頭文字を取ったものですね。をつけておきます。はい。で、そうするとですね、ここに、元々の編集可能のデータですね。で、こちらがアウトライン化されたデータの2つができるようになります。で、もし、なんで、このアウトライン OL がついたデータを業者の方に送って、で、この元々のデータの方は残しておくみたいな。で、もし他のちょっと社員が増えたから別の名前のを作ってほしいとかっていう風になった場合には、ちょっとこちらを使ってまた新しいのを作っていくっていう風にした方がいいです。で、ちなみになんですけど、そう、命名規則もそうだね。言っといた方がいいな。命名規則のとこなんですけども、今、一応、年ですね。例えば2021年、2021、YY で、次、月ですね。MM。こちらは今、例えば7月なんで、07とかやっておくといいと思います。で、次に DD、デイですね。で、今、22日なので、例えば、21の07、22みたいな風につけておくといいと思います。で、次、アンダーバー。で、プロジェクト名ですね。今回は桜流学習塾なので、桜流学習塾で、クライアント名を入れて、で、次、プロジェクト名が名詞。で、名詞も、
何個作るかわかんないじゃないですか。なんで、一旦例えば001みたいな。こうすると999人まで作ることができるので、そんな作るのかなんないですけど、一応こうしておくといいと思います。それかこれでもいい、01でもいいですけど、そうなると99人作ることができます。一応001までしてください。で、ずっと、みたいな感じで保存していくといいと思います。で、一旦今回はこれをリードして、OL 化されちゃってるデータもちょっと名前変えましょう。変えていきましょう。もともとこれですね。はい。ベースがこれですよと。で、OL 化する、アウトライン化するデータはこちらですよと。はい、こうすると見分けがつきやすくなると思います。で、じゃあアウトライン化するデータ開いていただいて、まずは文字のアウトライン化していきます。はい、全選択して、書式のアウトラインを作成からやると、今全部アウトライン化されてます。で、確認でフォント検索。はい、ドキュメントフォントが0なので、アウトライン化されてます。で、これがまず1点目。この納品データの1点目ですね。はい。で、続いて、画像データの埋め込みのところなんですけども、アウトライン化する用のデータを開いていただいて、でですね、リンクのウィンドウから、かなり簡単で、画像を選択いただいて、で、この画像埋め込みっていうところをクリックしていただくと、画像の埋め込みが完了します。で、ちなみになんでこれをしなきゃいけないのかっていうと、イラストレーターっていうソフト自体が、その、ソフトの動作を軽くするために、画像データ自体を他のフォルダーから読み込んできて反映しているんですね。なんで、たまにですけど、他のクライアントさんから、ちょっとこのデータでチラシ作ってくれみたいな、欲しいみたいなので、データいただいたときに、そのデータのこの画像の埋め込みがちゃんとされてなかった場合に、画像が表示されていないみたいなことがたまにあったりするので、そういう時はそういうのがされてなかったから、ちょっとまたくださいみたいな、ちょっと2度手間3度手間になってしまうことがあるので、ちょっと気をつけた方がいいと思いますはい。で、これを画像埋め込みをすればいいだけなんですけども、合わせてですね、ちょっともう一点気をつけていただきたいのが、ここの拡大縮小の倍率が、なるべく 100% に近くなっているかっていうので、なるべくここも 100% に近くなっていた方が、大きいサイズの画像のデータとかになった時にですね、ここの、例えば画像が 300% とか 400% とかっていう風になってると、このイラストレーターのデータ自体がかなり重くなってしまうので、そういうのを避けるためにも、なるべくこの拡大縮小のところは 100% に近い数値の方がいいです。はい。ではですね、埋め込みしていきます。で、で、埋め込みが完了するとですね、このリンクウィンドウのところの先ほどまであった名前消えて、この右のところに画像アイコンができるので、こちらで無事リンク、埋め込みが完了したということになります。はい。で、こちらですね。はい、2点。フォントのアウトラインと画像の埋め込み2点が完了しました。はい。はい。ではですね、本日で、なんだっけ、名前忘れちゃった。オリジナル名詞を作ろう。名詞作成の裏側編、リアル編の第、12.5 回、無事、終わりました。はい。次回の動画ではですね、今回、1時間超えの動画になってるんで、それをもっとギュッとした
動画をちょっとお送りしようと思っているので、次回もぜひご確認ください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイ。